皆さんこんにちは、ミクロミカです。前回の動画を見てくださった方、コメントをくださった方、本当にありがとうございました。今まで言えなかったことを勇気を出して動画にしましたが、たくさんの温かいコメントに励まされました。前回は私が燃え尽き症候群になってしまった原因のヨーロッパツアーについてお話ししましたが、今回は私がどのようにして燃え尽き症候群から復活することができたのかについてお話ししたいと思います。私が燃え尽き症候群に陥ってしまった時、一番自分を苦しめたのは、やらなければいけないことがあるのに体が動かない、何も思いつかないということでした。私は海外ツアー終了後、もうしばらくは何もしたくないという自分の素直な感情を無視していました。ファンのみんなから次はどんな曲をリリースするんだろう、どこでライブするんだろう、そんな期待を持たれているような気がして、日々曲を作らなければと意気込んでは何も思いつかない。結果、フラストレーションがたまり、余計に身動きができないという状況に陥っていました。そんな状況の中、私がコンスタントに続けていたこと、それは人と会う、人と話すということです。自分の悩みを聞いてもらうために会うのではなくて、ただ人の話や考えを聞くということを続けていました。友達や家族と会って話すのはもちろんですが、私の場合はランゲージエクスチェンジのような同じ目的を持った人たちの集まりに参加したり、日々新しく出会った人との会話を大切にしたりすることで、何者でもないまっさらな自分をさらけ出すことができ、不思議な安心感がありました。人の話を聞くことによって自分の価値観の上にいろんなスパイスが加わったような感覚で、こんな生き方もあるんだなと思うと、考え方の幅が広がり、いろんなアイデアが生まれました。今日はそんな日々の中で私が気づいた燃え尽き症候群から復活する方法を3つシェアします。1、やりたくなるまでやるべきことに手をつけない。これはかなり勇気がいることかもしれませんが、乗り気じゃない時に何かをしてもいいものは生まれない。そう信じて私はやらないということを心がけていました。最初の数ヶ月は罪悪感が生まれ、その後に解放感が生まれ、そしてやらなきゃいけないと思っていたことがやりたいことに変わりました。きっとこの感情が生まれるスピードには個人差があると思うけど、私的には一番効果を感じた考え方でした。もし解放感からやりたいに変わらなかったとしても大丈夫。それはもう手放していいということだと思います。2、何者かになろうとすることをやめる。人間はきっとタイトルをつけたくなる生き物です。シンガーソングライターのミクロミカ、〇〇会社の何々さんとか、そんな風に人から認知されるようになると、逆にそんな自分でいなきゃいけないという気持ちになってくるんです。きっと私はタイトルが自分につくことによって安心感を抱いていたのかもしれません。でも燃え尽きてしまった後は、そのタイトルの自分でいなければいけないとプレッシャーを感じたり、今までやってきたことを一度ストップすると、他の何かのタイトルをつけた自分でいなければいけないという気持ちになってしまいます。でも自分が何者かである必要はないし、タイトルがあってもなくても自分自身の価値は変わりません。大切なのは自分がどう周りに思われているかより、自分がどう生きたいか。私は何者かになろうとするのをやめました。3、過去の自分に執着せず、できることを再構築する。私は今まで生きてきた人生を踏まえて、自分のできることを再構築してみました。これは次回以降の動画で詳しく説明しようと思うのですが、燃え尽き症候群に陥っているときは、自分が今後何をしたいのかが見えなくなってしまうんです。だから私は紙に自分のやりたかったこと、今できることなどを書き出して、自分の夢や目標を再構築していきました。この3つのマインドセットで、私は燃え尽き症候群の空っぽだった自分を少しずつ満たすことができ、復活することができました。
一気に何かを変えるのは難しいと思うけど、少しでも意識して生きることによって状況がぐんと変わることもあるので、ぜひ試してみてほしいです。皆さんも燃え尽き症候群から抜け出した方法や今意識していることなどあれば、ぜひコメント欄でシェアしてください。本日もご視聴ありがとうございました。